はい、キリオです。今日は最新の電動コーヒーグラインダーをご紹介。BBS on my wrist, on my neck, baby, what is next? Rolling on me, feel it protect, screaming we the best. I got though, give me respect. 今回紹介するのは MHW3 ボンバーの最新作 F74 ナビゲーターエレクトリックコーヒーグラインダーです。これね、5月17日に発売されたばかりの最新作になります。この F74 ナビゲーター、今まだね、日本では発売されていません。これ日本国内の電気製品に必要な PSE 認証の取得手続きの最中なので、この認証が取得できたら日本市場でも発売開始となります。このね、F74 ナビゲーターは MHW3 ボンバーがホームユースだけじゃなく、プロのカフェユースにも対応できるように設計したグラインダーになります。で、特徴はいくつかありまして、まず名前の由来にもなっている 74mm のチタンコーティングされた平場、フラットバーを採用しています。で、これ 74mm なんですけれど、有効研磨面積が 83mm のフラットバーよりも 12.5% 上回る性能を発揮しているということです。で、次に 400W の業務用グレードの BLDC モーターを採用しているということです。これ高トルクが4ニュートンメーター。で、従来比プラス 20% のスピードで引くことも可能ですということです。それと、研磨モードが3つのスマートモードを採用しています。マニュアルモード、オートモード、で、オートのリバースモード。こういう3つのモードを対応しています。引き目は90段階のステップレス調整になっています。で、1段階の刃の間隔の隙間が 0.01mm 単位で広がるということです。で、これによってエスプレッソ引きからフレンチプレスまで思い通りに微調整可能と。それで最後にプラズマを利用した帯電防止と、あと垂直に透過する設計になっていると。それじゃあ各部詳しく見ていきましょう。まず電源コードの差し込み口です。本体背面の、排熱フィンがついてるんですけれども、その下側、ここに電源コードを差し込みます。よいしょ。で、次にコンセントを差し込むと本体の電源が入ります。それでモードの切り替えは、このボタンを、ディスプレイボタンを2秒以上押すと、今マニュアルモード。回すと、オートモードの1、オートモードの2、マニュアルモードっていうような格好で切り替わります。で、このオートモードの1は、ボタンを押して、グラインドが始まって、で、オートモードの場合はグラインドが終わると勝手に止まるようになります。で、止まった後に、オートモード1は逆転して、中に溜まっている粉を自動的に排出するようなモードになります。で、オートの2の場合は、押すと、オートモードの2の場合は、グラインドが終わると勝手に止まるというところで終わるモードです。で、最後のマニュアルモードは、グラインド開始とグラインドの停止をマニュアルで自分で決定するモードになります。で、この状態で800回転から1600回転まで任意の回転数を設定することが可能です。で、これで F74 で浅入りの豆を引く場合は1000回転以上に回転数を設定してください。ホッパー部分です。上部前方に設置されています。蓋を外して、このような構造になってます。で、マックス容量は 50g になってます。で、このホッパーはスライドして外せます。内部はこんな感じになってます。
ホッパー自体はこういったような作りになってます。で、これホッパーが外れてる状態では安全装置が働いて電源が入りません。ホッパーがしっかりと本体に接続された状態で初めて電源が入るようになります。本体前面に流度調整ダイヤルがあります。流度は90段階調整です。すごくね、スムーズに細かく調整が可能です。ドーシングカップはこういうシンプルなものが付属しています。で、このドーシングカップマグネット式なので、毎回必ず安定して同じ場所に設置することが可能です。では次に心臓部の刃を見てみましょう。これが新開発の 74mm のフラットバー、心臓部ですね。従来の 83mm よりも 12.5% 研磨面積が向上してるっていうことです。ここが豆のホッパーからの投入口です。ここから落ちた豆が、ホッパーの投入口から、ここから落ちた豆が、ここで前に来て、削られて、ここの排出口から出るという仕組みになってます。それじゃあ実際に F74 使ってみて、実力をチェックしてみたいと思います。まず最初、エスプレッソから行ってみましょう。まずは流度を調整します。とりあえず、8か9、9かな ?9 で一回やってみましょう。まずはグラインドモードと回転数を設定します。2秒間長押しで、今マニュアルモードなので、オート1モードに。今回転数は800なので、900回転に設定します。そしたらホッパーの蓋を外して、豆を投入します。スタートします。それでは流度分布を分析してみます。飲むかな。アベレージが487マイクロメートル。スタンダード。標準偏差が 336.6 ですね。この辺にちょっとね、大きいの出てるけど、でも全体的にね、フラットバーの特徴っていうか、すごくまとまってる。なかなか優秀な感じだと思います。それではパックの準備をします。こんな感じ。パック準備完了です。
ね、エスプレッソを抽出しました。うん。いただきます。ニーシェゼロとは味わいがやっぱり違いますね。こっちの方がボディ感は少ないけれど、すごく明るくてスッキリしてる感じがする。おじさんにとってこの F74 が初めての電動の平場のフラットバーのグラインダーなんですけど、コニカルバーのニーシェゼロと比べてみると、味わいは全然違う。それは誰でもわかるね。ニーシェゼロの方が圧倒的にボディ感が強くて、コクがあるのに比べて、で、こっちの F74 の方はフラットバーなので、ボディ感は、ライトになります。でその代わり、なんていうのかな、フレーバーがわかりやすいっていうのかな、こう、透明感というかクリーンな感じがして、すごくわかりやすいっていうか、そういう、こう、違った美味しさを感じますね。うん。すごくスッキリしてる。で、これは、どっちがいいとか、優れてるとかっていう問題じゃなくて、まあ、その歯の形状による特性の違いなんでね、優劣ではないですよね。好みの問題って言ったらいいのかな。うん。まあ、おじさん普段ね、エスプレッソはブラジルの中入りの豆を使ってるんですけど、これ普段からね、浅入りの豆でエスプレッソを楽しんでますよなんていう方は、こっちのね、フラットバーの方がよりこうテクスチャーがわかりやすいのかなって思います。それで流度についても、最初にオムニで流度分布の分析結果見ていただいたように、この価格帯のね、まあ10万円前後のグラインダーとしてはかなり優秀な方なんじゃないかと、おじさん思います。F74 の流度設定についてなんですけど、メーカーによると、0から2までがエスプレッソ引き。で、2から4までがモカポット。それで4から5までがアメリカーノとかドリップマシン。で、5から7までがハンドドリップとか、あとサイフォン。で、7から9までがコールドブリューやフレンチプレスっていう設定になっています。で、おじさんの使っている豆でエスプレッソを出す場合はちょうど今日は 0.9、まあ90段階調整の9番目。0.9 でやりましたので、ちょうど真ん中ぐらいですよね。で、前後にこれだけ余裕があるので、ほぼ完璧にエスプレッソ引きはセッティングが出せると思います。それでは続いて、注ぎの方も見てみましょう。今回は浅入りの豆を使用するので、回転数を1000回転以上に上げます。1100回転に設定しました。次に流度を調整します。注ぎの場合、今回は 7.2 ぐらいにしてみようと思います。7.12。豆はおじさんがいつも使っているカルチュールというところのエルサルバドルの浅入りですね。それじゃあ注ぎの流度の流度分布を分析してみましょう。
アベレージが565マイクロメートル。標準偏差 STD が 340.7。この辺見てもね、ちょっと出てるけど、ほんのちょっとなので、まとまってるレンジだと思います。すごくクリアで美味しいです。でもちょっと個人的には薄いかな。せっかくなんで TDS 測ってみましょう。ちょっとね、おじさんの好みから言うと、ちょっと薄くなっちゃったかな。TDS は 1.29 ですね。悪い数字じゃないんだけど、おじさん個人的には 1.35 とか少し濃いめが好きなんで 1.4 とか。おじさん好みから言うとちょっと薄いけど、悪い数字ではないかなっていう。で今おじさんは 7.2 で引いたので、おじさん好みで行くんであれば7ぐらいでもいいのかなと。次回ちょっと7で試してみようかなと思います。MHW3 ボンバー F74 ナビゲーターエレクトリックコーヒーグラインダー。今日見ていただいた通りエスプレッソもポアオーバーも完璧にこなしますね。で、流動分布両方見てもらいましたけれど、10万円、この価格帯のグラインダーの流動分布としてはかなり優秀なんじゃないかなと思います。実際におじさん使ってみて、MHW3 ボンバーがこれホームユースだけじゃなくて実際にプロのカフェユースでも使用に耐えられるように設計しましたよって言ってるのがなんとなく分かったような気がします。実際にエスプレッソもポアオーバーの方も飲んでみてすごくフラットバーの特徴がよく出てるなって思いました。特にポアオーバーで浅入りの豆をおじさん使うのですごくいいなと思いましたよ。明るく出るよね、味わいが。すごく明瞭というか。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。